はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングさせていただきます。この4月後半って本当に一気にグググッと流れが速くなる時なので、今回のこの動画、皆さんの何かしらお役に立てれば嬉しいです。よろしくお願いします。それからですね、何かを始めるきっかけに適しているということで、もし先生術の勉強してみたいなという方は、私の方でこうやってテキスト販売をしていたり、動画講座もありますので、今ちょうど 20% オフでやっていますので、ご興味ある方は概要欄から詳細ページに飛んで内容をご覧になってみてください。よろしくお願いします。では、行きますね。はい。じゃあ、一緒に見てみましょう。お願いします。はい。ペンタクルスのクイーン、太陽逆、ワンドキング逆、ワンドナイト逆、ソードエース逆、死神、そしてデビル逆。はい。気をつける課題対策が、ワンドの9逆と、女帝と、オラクルが、カップ、エース逆ですね。なるほど。なかなかにいい動きがありそうですね。ちょっと星の解説先にさせていただきますが、とにかくですね、前半のところでもお話ししたと思うんですが、4月の10日以降、火星というね、バイタリティ、動いていく力、チャレンジする力っていうのが、やっぱりすごく、10日以降、お羊座に入ることによって、獅子座さんはものすごく風を受けて、どこまでも飛んでいくみたいな、どこまでいけるかなみたいな時なので、すごくバイタリティもアップしますし、やる気も出るでしょうし、実際に行動する、やってみるっていうことをものすごく後押しされていると思っておいてください。さらに15日以降はですね、ビジネスとかコミュニケーションを表す彗星もお羊座に入りますし、新たな案が思いつくとか、言ってみるとかやってみるっていうことをものすごくやりやすくなります。そして、特に4月20日以降はですね、太陽が牡牛座に入ることによって、獅子座さんは自分の世界が開かれるとか、照らされる、自分の仕事とか上司との関係とか、今自分がやって携わっていることや、自分が生きている環境そのものが明るくなるね、みたいな時なんですね。実際今社交性ある時だと思います。金星も、牡牛座に入っていて、世界をね、照らしてくれているので。なので、とっても、獅子座さんが持ってる明るさだったり、責任感だったり、持ってる素材をそのまま外に出せるよ、そのまま挑戦できるよっていうタイミングなんですね。で、さらにです。4月17日、17日が新月になります。この新月、ものすごくピュアな、もう純粋な、始まるみたいなエネルギーなので、このエネルギー、本当に皆さんに活かしていただきたいなと思って、4月17日の夜に YouTube ライブをすることにしました。そこでね、もし何か質問があったら聞いていただければ、お答えしますし、とにかくこの春の動きが今年の夏以降にものすごく影響するので、そういった解説もしたいなと思っています。で、さらにですね、詳しく、見たいなという方には、先生術勉強したことなくても全然大丈夫なので、これからの流れを活かせるような、お話会ということで、26日に、午後1時半からなんですけど、お話会を、有料のお話会をさせていただきます。これ、塩をつけたりとかして、皆さん個人の運勢をどうやって活かしていくかっていうのがわかるような内容にしたいと思っていますので、ご興味ある方はそちらもよかったら詳細ご覧になってください。で、このね、豊かな流れを踏まえた上でなんですけど、7月の24日以降はですね、特にチーム戦が効いてくるっていうか、誰かと関わって一緒に何かをしていくみたいなのがあります。で、その上でこのカードで見たときに、やっぱり今持っている自分の知識とか経験をうまく活用していきたいっていう思いがありますね。これはとってもビジネスもいいですし、例えば親としてもとか、何かを教育するとか育てるとか、指導するとか、そういうのもとてもいいカードなんですね。なので、そういう能力が今高まってるんじゃないかなっていうふうに思います。自分が持っているもの、自分が知っていることをうまく何かに活かしたいみたいな感じだと思います。そして、やる気もあるし、なんとなく運も感じてる。けれども、何かが引っかかっているっていう感じかもしれません。この辺が全部逆位置になっていて、聖地だったらとてもね、チャレンジして、挑戦して経験したことでまた現状突破のエネルギーになって、みたいな、どんどん階段上がっていくみたいなエネルギーとして使えるんですけど、
それがスムーズに出てる、ナチュラルに、自然にそうできてるかっていうと、何か自分をちょっと強いエネルギーでプッシュしないとそうならないみたいな。絶対そうしたらいいって分かってるし、やったらできるんだろうけど、そこの一歩がなかなか踏み出せないみたいなね。そういうエネルギーの中にいるのかなって感じがしました。なので、これだけ運が外の世界にこう開かれていて、自分の環境、自分の世界、そしてここまでやってきたものを全部活かして生きていきたいんだ、みたいになった時に、本当はどんな環境だろうと、どんなことだろうと、おそらくそれを切り開いていく力って獅子座さんにあると思うんですね。でも何かが引っかかってそれを止めているんだと思うんです。なので、その何か引っかかってるっていうことをもう、認めるというか、その怖いものを見て手放していくっていう何かそういう心理的な気づきと解放があるんだなっていうふうに思いました。ここまで結構ね、ガンガンに頑張るぞみたいなエネルギーで、実際に、気をつけることっていうか、何も心配ないよって感じなんですね。今、獅子座さんはどのような状況であれ自分を生かされてますよみたいなとっても温かくて、なんか舞い上がっていくというか、膨らんでいくような温かい上昇気流の中にいるっていう感じがあるので、全然それは心配ないんですけれども、何かを、だからこそなんでしょうね。きっとこれだけうまくいく流れだからこそ何かを手放していくっていう流れになるんだと思うんです。ここでやっぱり死神というカードが出ていて、死神っていうのは何かが終わるっていうことなんです。その時代が終わる。そして新しい夜明けが来るよっていうことで、これまで築いてきた自分の世界観とか、自分で見ていた自分像とか、そういったものが終わるよって感じなんです。これ結構、なんかこの2、3日の話とかじゃなくって、なんかちょっとここまで長い年月をかけて自分がやってきたこととか、なんでしょうね。そう自分が信じていたことっていうものを終わらせるっていう感じがします。そして、なんとなく手放しづらかったことなんだけど、思い切って手放すっていうことができそうな気がしますね。ここでレベルが出てるので。特にレベルの逆っていうのは、自分がそのことに悩まされていたとか、執着していたとか、外したいけど外せない、どうしようって言ってたことを外していくよって、やっとそれを外して自分のモヤモヤから解消されるよっていう感じのカードなので、何か深いところで引っかかっていたことが表に出てきて、それを解消していくっていう流れがあるんだろうなと思います。これでもね、そうだと思います。実際運勢として、運がいい時っていうのは、本当に何にもなくただ都合のいいことが起こるだけじゃなくて、運がいい時だし、開かれてるからこそ、超えるべきものが結構来たりするんですよね。で、その超えるべきものっていうのは結構怖くて見たくなかったものとか、例えば、親とか、親との話し合いとかですね、ずっと避けてきた、絶対反対されるし怒られるからって言って、避けてきたところをちゃんと向き合うとか、もう、なんか親に操作されないみたいな感じで、自分自身で生きるんだみたいな、そういうのもあるかもしれないし、例えば仕事頑張りたいって言って仕事頑張る能力もあるんだけど、なんかどこか深いところで自分に自信がなくて、そのチャレンジするっていうことがすごくしにくかったとしたら、もうそういう自分はやめなんだ、みたいなね。そんな感じで、本当にこれはね、いい、なんていうのかな、改革っていうか、これ4月の末で見てますけど、4月の末っていうのは要するに流れが早いだけに、もう隠せないというか、もう浮上してくるって感じがあるんです。で、獅子座さんは今年の後半、特に7月からってものすごく自分が輝いていく、大きくなっていくっていうのかな、意識も拡大する、状況も変わるっていう時だからこそ、古い自分っていうのをもう終えるんですよっていうことで、この4月の末から6月までの間に何かを本気で手放していくみたいなのがあるんですね。それが、始まるんだなって感じです。で、心配していただきたくないのは、なんか無理やり引き剥がされるとか、そういうことじゃないんです。豊かなものがあったり、楽しいことがあるから、もうそっちに舵を切りますみたいな感じかな。例えば今までは至らない自分を埋めるために何かを一生懸命頑張ってきたとしたら、もう埋めなくていいんだ。もう自分の中にあるんだということで卒業するとか。そんな感じかな。なんかもうちょっと、もう少し納得いくまで埋めたいっていうか、そういうのがあるんですけど、
いや、もういいんじゃないですかって感じがします。まあちょっと例え話として、先生術のね、勉強されてる方でも多いんですけど、先生術の勉強なんてどこまでやったって続くわけです。私だってもまだまだ勉強することはある。でも、実際鑑定する上では、鑑定はできるわけで、でもどこまでも自分がまだまだだと思った方はどこまでも勉強できる。でも、じゃあどこで区切りをつけるんですかって言ったときに、今の自分でできることをやっていこうっていう形になる気がするので、なんかシーザーさんもそういうことが起こりそうだなと思いました。今のここまでやってきた自分の、ぜひ、なんか素晴らしい、ここまでのね、なんか歴史を振り返ってほしいって感じがします。例えば、5年前の自分と比べたら、今どんだけ変わったかなみたいなのとか、そうだった、昔はこうだったけど、今はこんな風にできているっていうことを、確かめて、そして安心して手放していってほしいって感じがしました。っていうのがやっぱオラクルがね、もう、カップのエースなんですよね。で、これ本当に自分から湧き上がってくる喜びもあるし、それを十分に楽しんでもらえる運があるっていう感じなんですけど、なんかまだ、本当にそこまで喜んでいいのかなとか、これでいいの、ここでいいと言っちゃっていいのかなみたいな、そういう感じがあるんですね。どこまでも自分はまだ足りてないみたいな、自分が不十分だっていうふうに言いたい思考があるって感じ。自分の思考がそう言いたいだけなんですけどね。だってもう運勢が照らされてるわけです。もういいんだよって言われてるわけですね。何に対してケリをつけるんでしょうか？何に対して卒業していくんでしょうか？皆さんそれぞれで、あれかなみたいなのがあるんじゃないかなと思います。で、先ほどちらっと言ったその4月24日以降ですね、ちょっと仲間とかグループとか新しいコミュニティに入ったり、楽しい流動的な動きが出てきます。新しい目標ができたりとかね。なので、そっちも楽しいんだと思います。だからこそ、なんか一人で完璧にやらなくちゃいけないっていうよりも、周りの人と関わりながら、補いながら、やっていけるっていう感じがするので、もっと本当に力を抜いて、今感じられる喜びを感じてほしいなっていうふうに思いました。はい。ちょっとこれを踏まえてお仕事のこと見てみますね。仕事ね。また、出ましたよ。同じです、このカードは。ペンタクスの、同じじゃないですね。ペンタクスのナイト。で、またペンタクスのクイーンが出てます。同じカードです。そして、ソードの、クイーンということで、コートカードが3枚揃っているので、お仕事に関しては人との関わりが強いのかなと思います。ここでちょっと注意なのが、やっぱり他者と比べないっていうふうに、ちょっと意識しておいていただきたいなと思いました。人は違うからこそ魅力的だというか、違うからこそそれぞれができることがある、役割が分担して賄えるっていうのがあると思うんですけど、なんとなくさっきも出てきた、なんか、もうちょっと何かを膨らませたいんだっていう気持ち、自分をもうちょっと自信つけたいんだとか、なんかそれも、なんていうか前向きな、意識ではあるんですけど、仕事っていうので見たときに、エンドレスに他者と比べていると、エンドレスになるっていう感じがあるんです。で、またここでさっきも言ってた同じカードが出てるんですけど、ペンタクルズのクイーンのカードっていうのは、本当に豊かな、なんか堅実な、カードなんですよ。すでにあるよって。もう十分自分は物事を育てていく力もある。需要を与える力もある。なんか、ゆったりと座って、その価値をね、眺めて体感する権利があるみたいな感じなので、お仕事に関してもそれができるはずなんですけど、なんかあまりにもペースがゆっくりすぎて、ちょっと自分では戸惑っているのか、それとも、なんかやりたい気持ちと、遠慮したい気持ちが、ちょっと交差しているのかなって感じがします。なんとなくなんですけど、何かをやるには、それにふさわしい自分でなければならないみたいな、そのやりたいことに対してふさわしい自分にならなくちゃって思ってる感じがするんですけど、すでに自分はもう素晴らしい存在で、その自分から生まれてくることをただ体験する
願ってることをやるっていう感じで、自分から生まれてる願望なので、自分にふさわしいに当たり前っていう感じなんですけど、何か違うものになろうとしているみたいな、それはなぜかっていうと他者と比べてそう感じてるのかなっていうふうに思ったので、十分今の獅子座さんでできることを自信を持ってやってもらいたいなと思いました。とにかく人との交流が盛んですね。仕事においても。ということは、ちょっと今から人間関係も見ますけど、人間関係豊かになってそれがまた仕事につながるとか、そういう感じなんだと思います。とても人と仕事がセットになっている感じですね。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係に関してはちょっとね、この春って皆さんいろいろ動きやすい時だと思うので、改めてその人間関係とラブメッセージ取らせていただきますね。少々お待ちください。5月の頭ぐらいには公開できると思います。そうね。人間関係はペンタクスの7。ワンドのキング。ワンドのページということで、なんだか人間関係って言ってても仕事が絡む。そして仕事のこと見ても人間関係が絡むってことなので、よっぽど何か、今やっぱり星で見ても外の世界が活性してるから、仕事と人間関係が切り離せないっていう感じですね。そしてもしプライベートな関係でやっぱりこのカードが出てるとしたら、そのプライベートな関係、ただ、話して楽しいとか、趣味を楽しむっていうよりも、何かこれからの自分の人生や仕事に有益な関係性を築いていきたいっていう意識が強いのかなって感じがします。で、ワンドのページにワンドのキングっていうのが出てるので、一歩ずつしかできないし、でも少しずつ何か自分がやってることを人に言ってみようかなとか、人にシェアしてみようかなっていう、なんか少しずつ扉を開いてるっていう感じがしますね。ただ、関係者のところでやっぱりもうワンドのキングが出てきてるってことは、やっぱりビジネスに長けている人とか、上司もそうなんですけど、そういう人との縁があるのかなっていう感じがしますね。仕事の話が通じるわ、この人とは、とか、どうしても、なんか、プライベートでただ友達としてっていうよりも仕事がどうしても絡んでしまうなっていう感じがあるので、もしくは、純粋な人間関係と仕事っていうものをなんか切り分けられなくて、どうしようみたいな感じもあるかもしれませんね。例えば、友達関係とか普通のね、仲間の中で仕事の話が出た時に、友達だからっていうことでやってあげるのか、これは仕事だから友達だけどっていうことでやるのかっていうのが、ちょっとその辺がごちゃごちゃって、してる感じがします。でも今一番言われているのは、獅子座さんは本当に、ここからね、この4月の後半、特に17日過ぎて、24日過ぎたあたりから、とはいえ20日以降もそうですよ。自分の世界が照らされているってなったら、どんな世界を自分が築きたいのか。それは周りから与えられるんじゃなくて、自分がそうしていくっていうね、ことで、何か大きな、なんかブロックが外れるみたいな感じはありますね、ここで。どうかな、どうでしょう。何か、なんとなく、ヒントを得られましたっていう方、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。獅子座さん、どうなんだろう。これかな？はい。このカードが出ましたが、人間関係がなんかちょっと今もう切り離せないみたいな感じがあります。さっきも仕事で見ても人間関係出てくる。人間関係見ても仕事が出てくる。そして今の最後に出てくるのも、人の顔色に惑わされないでねっていうのがありますので、さっきもね、人と比べないっていうのがあったんですけど、やっぱり自分が、なんとなくですけど、ここまでの自分の歩みを本当に振り返って、私こんなにうまく成長したなとか、こんなに頑張ってきたんだなっていうことを、本当に改めて感じて自分を褒めてあげてほしいんですね。そして他者の言葉に惑わされない。他者はいくらでも、なんていうか、好き勝手言うというか、その人はその人の価値観で言ってるだけで、獅子座さんは獅子座さんの価値観で、誇り高くそこにいてほしいので、惑わされない他者の感情にも、なんか、揺さぶられないぐらいの強さを持って、自分の喜びを自分で、出してほしいなって思いました。
はい。ということで、ここまでにしておきます。どうもありがとうございました。もし機会ありましたら、また17日の新月のライブか、26日のお話し会でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございます。失礼します。